電車のドアが静かに閉まり、ファストは少し息をついた。スーツケースを足元に置き、窓の外を見つめる。空港の建物が遠ざかり、広い滑走路の景色が少しずつ街の風景に変わっていく。ふう、これで東京に行けるんだな。ちゃんとつけるといいけど。電車の中は静かだった。乗客たちはそれぞれスマートフォンを見たり、本を読んだりしている。誰も大きな声で話さない。車内放送が流れた。次は東松戸で、お出口は左側です。落ち着いた声がスピーカーから聞こえ、ファストは耳を澄ませた。少しだけ単語がわかる。あ、次の駅って言った東松戸、東京じゃないけど、まだ途中かな。彼は座席の前にある路線図を見上げた。カラフルな線が交差していて、漢字がずらりと並んでいる。少し目が回りそうだった。乗り換えってどこだ？この電車で東京駅まで行けるのかな？隣の席には、スーツを着た中年の男性が座っていた。新聞を読みながらも、ファストの様子に気づいているようだった。思い切って聞いてみよう。あ、すみません。この電車、東京駅に行きますか？あ、東京駅ですね。この電車は直接は行きません。日暮里で乗り換えですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。日暮里で乗り換えですね。そうです。案内も出ますから大丈夫ですよ。ファストは深く頭を下げた。日本人の丁寧な言葉に、少し安心した気持ちになった。電車は揺れながら進み、外の景色がだんだんと快らしくなっていく。窓の外には、住宅街、小さな川、そしてビルの姿が見える。学生たちがホームで談笑していたり、サラリーマンが急ぎ足で乗り込んだりしている。日本の電車って静かだな。みんなマナーがいい。彼は小さな声でつぶやきながら、周りを見回した。年配の女性がそっとバッグを膝に置き、若い男性が目を閉じて眠っている。誰も騒がず、穏やかな空気が流れていた。次は日暮里です。乗り換えは山手線、京浜東北線です。その言葉を聞いて、ファストの目がパッと開いた。あ、ここだ。乗り換え。慌ててスーツケースを引き寄せ、立ち上がる。しかしドアが開くのは反対側だった。近くの乗客が小さく笑った。反対側ですよ。あ、すみません。ありがとうございます。ファストは照れながら笑った。ドアが開くと、涼しい風がホームから入ってきた。人々が静かに降りていく。彼も後に続いた。ホームに出ると、人の波がすぐに広がった。案内板には矢印がいくつもあり、山手線、東京、品川方面と書かれている。東京、あ、これだ。彼は緑の看板を見つけ、安心した顔で歩き出した。電車の音、アナウンス、足音、まるでリズムのある都会の音楽のようだった。乗り換えのホームに着くと、すぐに山手線の電車が入ってきた。白と緑の車体。ドアが開くと、整然とした人の列が動く。すごいな。みんなきちんと並んでる。彼はその列の後ろに立ち、電車に乗り込んだ。今度は少し混んでいたが、前の席が空いたので座ることができた。静かな車内にまた放送が流れる。次は上野です。ファストはスマートフォンの地図を見ながら、駅名を確認した。上野、御徒町、秋葉原、あと少しで東京だ。よし、もうすぐだな。あ、外の景色、すごい。窓の外には高いビルが立ち並び、道路には車が絶えず走っている。東京の街が目の前に広がっていく。
胸の奥が高鳴った。言葉はまだうまく話せないけれど、自分の足で進んでいる。その実感が嬉しかった。次は東京です。お出口は左側です。あ、次だ。彼は急いで立ち上がり、スーツケースのハンドルを引いた。しかし少しもたついて、降りる人の列に遅れてしまった。すみません。間一髪でホームに降りることができた。振り返ると、ドアが閉まり、電車が動き出す。はあ、よかった。危なかった。笑いながら頭をかく。すると、先ほど隣に座っていた男性が、別の車両の窓から軽く手を振っていた。ありがとうございました。彼は思わず声を上げた。人混みの中でも、その感謝の気持ちはしっかり届いたように感じた。ホームを歩きながら、彼は深呼吸をした。東京駅の広い構内、行き交う人々、きらめく看板、そして新しい生活の匂い。やっと着いた。そうつぶやいて、ファストはスーツケースを引きながら改札へ向かった。次の目的地はホテル。だが、彼の心はすでに次の冒険へと進んでいた。